もうこんなん見たらわかる、絶対うまいやつやん。これが彼のプライベートパークですね。前回スペインのバルセロナに行きます。こんなスポットある？なんとフランスのパリに行きたいと思います。はい、というわけでね、ついにフランスのパリにやってまいりました。フランスというのは実は結構大きい国で、ヨーロッパ最大の国土を誇っている国になります。日本の大体 1.5 倍ぐらいですね。国土は大体日本の 1.5 倍なんですけれども、人口は大体、半分よりちょっと多いぐらいの6500万人になります。ご存知の通り、フランスはご飯もね、ファッションもね、歴史もすごいある国です。特にパリはそうで、パリとかはね、街全体がすごい古いので、歩いてるだけでもすごい歴史を感じることができます。パリといったらね、パンですけども、クロワッサンを買いました。絶対うまい。うわ、もうこんなん見たらわかる、絶対うまいやつやん。神マジ生きててよかった。うんまっ。今スケートパークストリートリパブリックっていう場所に来てます。ここ見て分かる通りね、スケートパークなんですけれども、普通になんか公園の一部にあるようなパークです。めちゃくちゃ面白いなと思って来ました。こんなパークね、日本じゃ絶対無理ですよね。絶対だって、なんか技やって失敗したら普通に道路行くし、普通に歩行者に当たるしみたいな、こういうパークを許可できるのが本当にすごいなと思いますね。でも本当になんかこうスケボーが街と一体化する、本当にすごいいいなんかパークだなと思いますね。こういうパークがね、日本にもできたら本当にスケボーがなんか溶け込んだっていう証なんじゃないでしょうか。ちょっとね、朝雨降ってセクションが濡れてるんで残念ですけど、軽くだけ滑ります。セクションが濡れてたんであんまり滑れなかったんですけども、パークのスタイルとかめっちゃ良かったです。なんか普通にもう滑りながらおばちゃん通ったり車通ったり、いろいろ起こるんですけれども、なんか全部含めてめっちゃ楽しかったです。いつかね、こういうパークを日本でも、作れるように頑張りましょう。では移動します。バイ。Bonjour! Bonjour! Bonjour, my friends! 本当に映像で見て分かる通り、街全体がね、すごい古くて歴史があるんで、めちゃくちゃ綺麗ですね。もうあと歩いてる人も結構みんな独創的なファッションとかしてて、すごいおしゃれというか面白いですね、見てて。パリにね、友達がいて、彼のところに今、泊めさせてもらってます。ちょっとね、その友達を紹介します。Bonjour, that's my friend. Salut, hi, I'm Germain. I'm from France, from Paris. Nice to meet you guys. He is helping me Discover the city. Yeah, discover the city, see Paris. He started a YouTube channel, posting some science stuff. So yeah, how many subscribers you got so far? On the science channel, I think something like 4.3 million. Apparently, he's a very popular science YouTube guy.
Thank you. And he has a private skate park, so Yes. I'm gonna go This, see. this skate park called the Biome, since 2018, and now it's like the very end of this project, because we have to move the park in another place, which we don't have right now. But I hope you will enjoy the park for this last session.はい、これが彼のプライベートパークですね。強すぎ笑った。Hey, I'll have to get a trick from you. Okay. Maybe like a pressure flip on the bank. Okay. Yeah? Ça va? Nice. ありがとうございます。あざっす。It's maybe my last session here. Boom. Goodbye. Goodbye, Biome. Definitely my last session here. Yeah. 僕の科学室へようこそ。嘘です。今ね、ノズマン君のスタジオに寝泊まりしてるんですけれども、なんかね、こんな感じでいっぱい面白いものがあります。見てますか、ノズマン君。壊さないように頑張ります。見てこれ。おい。おい。いくで。どういうこと？気持ちいい。いや、ぷよぷよやないかい。や。Ladies and gentlemen. 以上、ノズマン君のギャラリーでした。ちなみにスタジオはめちゃくちゃ快適です。はい、今ね、ノズマン君おすすめの、美味しいキッシュが売ってるパン屋さんに向かってます。キッシュっていうのは卵と生クリームを使ったフランスの料理です。このキッシュはブルーチーズを使っためちゃくちゃね味が濃いキッシュなんですけれども、めっちゃね美味しいです。フランスの歴史は10世紀から始まっているので1000年以上の歴史があります。フランスではね、もともと絶対王政で王が全部決めるっていう仕組みだったんですけれども、国民がその王を引きずり下ろして国民が国を決めていくというシステムを作りました。これが約220年前に起こった皆さんが一度は聞いたことあるフランス革命です。で、僕もねあんまりフランス革命については知らなかったんですけれども、今回来てちょっと勉強したんで、それをね超簡単にシェアアップしたいと思います。フランス革命から
国民が国を決めようぜってなったんですけれども、その前は絶対王政でした。フランス革命前はブルボン家がもう圧倒的権力で国を支配していました。王がもう全部ポンポンポンって決めていく感じです。俺が全部決める。でこの王はフランスの国力を上げるためにひたすら、侵略戦争を繰り返していました。もっと土地欲しいな。フランスの国土はどんどんでかくなっていったわけですよ。なんですけど戦争っていうのはすごいお金がかかります。なのでフランスはね本当に厳しい、財政状況でした。だからどんどんね侵略は進めていくけど、フランス人はバカ貧乏みたいな、パンしか食えねえみたいな感じの状況でした。やべえ、今日の飯ない。この時に、ベルサイユ宮殿とかめちゃくちゃ豪華な建物を建てたりしたんですけれども、金ない。国民はクソ貧乏みたいな状況が続いていきました。でもちろんこれが続くとどうなるかっていうと、国民はプンプン丸っていう感じで怒りますよね。マジどないなっとんねん。で当時フランスにはこう階級があったんですけれども、98% ぐらいは平民です。で当時お金がなくなったフランスはどうしたかっていうと、増税してお金を集めようとするんですけれども、でもその税金はトップのこの貴族とかからは徴収せずに 98% ぐらいの平民からのみ、徴収しました。いやだから金ないって。なのでフランス人は当時クソ貧乏だったのにさらに、増税で金を吸い取られるみたいな状況ですね。でこれでさすがにもうプンプン丸ってなって怒って、だんだん反乱が進みます。あれなんか絶対王政良くなくねとか、もっとなんか俺らが国を決めようぜっていう流れになっていきます。ソロボチしばくか。いろんなことが起こったんですけれども、だんだん怒りが溜まって、革命が起きます。これがフランス革命。国民が決めた代表が政治を行う共和制にしようぜというふうになりました。結局最後はルイ16世王と王妃は国民全員の前でギロチンでボーンって首切って処刑されます。それがフランスで完全に王政が終わった瞬間です。はい、ここはねバスティーユ広場っていう広場で、ルイ16世が処刑されて絶対王政がね、終了した場所になります。今でもね民主主義の象徴としてこの場所がね、有名です。その後ねいろいろあったんですけれども、大事なのはそのフランス革命で権力っていうのは個人ではなく国民が持つべきものという風になったことです。でそれを当たり前にしたのがフランス革命です。なので日本でもね、わーって投票人が行ってなんかその人たちが、当選して政治を行ってますけれども、それはねその当たり前の仕組みではなかったっていうのがすごい大事なところです。フランスといえばすごいファッションとかフランス料理とかイメージあると思うんですけれども、どうしてフランスではそれが有名なのか。実はこれもその絶対王政から来ています。フランスでファッション産業がすごい盛り上がっている理由の一つにルイ14世の影響が大きいと言われています。ルイ14世はねこうやって絶対王政をバーンって築いたんですけれども、ルイ14世はその権力とかもう力をこう可視化させるためにすごいファッションに力を入れていたそうなんですよね。なのでその時にすごいレースとか編み物の産業が盛んになったそうです。なのでねパリではそういう貴族をターゲットにしたファッションがすごい盛り上がりました。でその後海外市場に、発展していって今のフランスがあるそうです。でフランス料理も、王政から来ています。フランス料理ってすごい高級なイメージあると思うんですけれども、それはもともと宮廷料理を起源としているからです。だから高級食材とかすごい手間のかかった料理が多いです。でもねこの絶対王政がいかに今のフランスに影響を及ぼしているかっていうのが分かるかなと思います。だからフランス人にも聞いたんですけれども、フランス人ってその革命の影響からなんかそのすごい自立心とか反発心がすごいあるらしいです。だからいつもねこうストライキとか起こったりすると友達が言ってました。パリの中心に半分スケートパーク半分ストリートスポットみたいな場所を見つけました。認められたスケートエリアで普通にねレッジとかマニュアルパッドとかキッカーがあります。ちょっとさっきねインスタのストーリーのために一瞬だけ行きました。こういう感じのねストリート兼パークみたいなすごい好きなんで楽しかったです。フランス料理のガレットです。これはね、クレープみたいな感じなんですけれども、そば粉を使った、生地なのですごいね風味があってめちゃくちゃ美味しいです。でこの郷土料理は、ノズマンの出身のうまい。It's the west part of France. 彼のね出身地の、郷土料理らしいです。Oh, so good. 皆さんご存知のねルーブル美術館にも来ました。かっこいいねつまむ写真も撮れたんでよかったです。今ねパリの街を歩いてたら偶然スケートパークを見つけました。でこれすごい面白いパークでなんかもう普通にね道がこうやってある中で
パークがボンってあって、もうフェンスもね何もなくて、普通にスケボー飛んだらこっちの道路に行くんですけど、マジで日本じゃ絶対ありえないパークですね。パリっぽくてめっちゃいい。いただきます。まあうまいに決まってますね。こんなの最高です。フォンデュはねフランスですごい一般的に食べられてる料理らしいです。はい、というわけで残念ながらパリとのお別れの時間がやってまいりました。本当にパリは最高で、ノズマンとパートナーのリディアのおかげで本当にパリではいい体験をできました。 Thank you so much。 今回ねフランスパリしか行ってないんですけれども、パリは本当にね料理もファッションも歴史もあって、もう本当に欠点がないような街でした。しかもスケボーシーンもめちゃくちゃいいんで、もう超おすすめです。という感じでね、今回の動画はこの辺で終わります。もしよければ高評価、コメントとあと登録もねお願いします。で、僕オンラインサロンとかもやってるんで、それもねぜひチェックしてみてください。でね、僕の旅はここでは終わりません。この後どこに行くかっていうと、なんとアメリカの、ニューヨークに行きたいと思います。ではまたニューヨークで会いましょう。バイ。そして See you next week. Bye.